今日は一日フルタイムで学校があって、今帰ってきて5時くらいですね。今日は地元に帰ります。もう、というのも、今めちゃくちゃ急いで学校から帰ってきて、荷造りしてっていう感じでやってたんですけれど、ここ最近なんかすごいバタバタしてて、実家に行く荷造りをする暇がなくて、で、結局、荷造りできないまま今日学校に行って、だから一回帰って荷造りしてからまた出直さないとと思って、めちゃくちゃ急いで、今荷造りを終わらせて、というところなんですが、今自転車で帰ってきて、で、いつも通り仙台駅から高速バスに乗っていくんですけれども、仙台駅まで路線バスで行くので、で、うちの自宅の最寄りのバス停に5時17分とかだったかな、にバスが来るということなので、それに乗って、駅に向かって、高速バスに乗って地元に行こうかなと思います。高速バスも一番遅い便ですね。6時50分に仙台駅を出て、9時くらいに地元に着く便で行こうと思います。本当はですね、11月の初めくらいに帰る予定だったんですよ。祖父の法事というか、まあ、ちょうど1年ぐらい前に祖父が亡くなって、で、祖父の納骨式をやるっていうことで、それに行く予定で、地元にも帰る予定だったんですけれども、インフルエンザになってしまったんですよ。なので、実家にも行けず、祖父の法事にも参加できずという状態で、祖母宅に宿泊する予定だったんですね。なので、それもできなかったということで、なんかこのまま年末まで帰らないのもちょっと寂しいし、9月から帰ってないんですよね。なのでちょっと一回地元に帰りたいなということで、この土日で地元に帰ろうと思います。なので2ヶ月半とか3ヶ月は経ってないですかね。9月の終わりくらいかなに帰って、だから2ヶ月ぶりくらいだと思います。ということで、ちょっとゆっくりしたらもう家を出ようと思います。今回は2泊3日なので、2泊3日とは言っても、もうほぼ今日は実家行ってご飯食べて寝るだけだと思うので、今日宿泊にカウントするかっていう問題はあるんですけれども、日曜日に帰るので、一応、2泊3日ですけれども、ほぼ1泊2日みたいな感じなので、身軽装備で行こうと思います。一応スーツケースとかに着替えとか入れて、バックパックとかに PC を入れてっていう感じで、ちょっと身軽装備で行きます。で、こいつも、これ、11月に帰る時に持ってく予定だったんですけれども、家族にお使いで頼まれた IKEA のフォトフレーム。これ10個あるんですけれども、これをね、持っていこうと思ったんですけど、今回かなりバタバタしてるので、そして年末に家族がこっちに来るので、その時に持って帰ってもらおうと思います。ちょっとなんか、11月に帰る予定だった時はかなり余裕あったんでよかったんですけど、ちょっと今回バタバタしてるので、ちょっとこれは年末に家族に渡すことにします。ずっとここに封印してるんですよね。ということで、外に出てきました。すいませんね。ちょっと動画でもバタバタしてる感半端なくて、多分駅に着いたら少しは落ち着くと思うので、絶対なんか忘れてる気がするんですよね。すごい焦って出てきたので。お待たせいたしました。
スーツケースが挟まって焦りましたが、よいしょ。仙台駅着きました。今6時くらいですね。バスね、あれですね、この仙台駅に来るバスは朝は確かに混んでるんですよ。こっち側に仕事しに来る人がいるので、バスも混んでるし、道路もめちゃくちゃ混んでて動かないんですが、帰りはそれが逆で、仙台駅に来るバスは空いてるかなと思ったんですけど、確かに行きほどはバスの中混んでなかったし、道路に関してはほぼ混んではなかったんですが、結構ね、途中の間だけ使う人がいるんですよね。乗った時と今降りた時は人少なかったんですが、中間で結構人が多くなるんで、間だけ利用する人が結構多いんですかね。高東台公園のあたりとか、そこら辺が一番混んでました。やっぱ金曜日の夜とだけあってかなり人多いですね。めちゃくちゃ混んでる。バスも混んでないことを願いますけどね。今日は毎月1日恒例の丸亀製麺の釜揚げうどん半額ということで食べに行こうと思ったんですが、かなり混んでますね。ここの店舗混んでるんですよね。うちの近くの店舗だと結構空いてるんだけど、うわダメだ、これ店舗一周してあっちの奥まで並んでるんで、これダメそうですね。店舗を一周取り囲むように並んでます。諦めましょう。あそこまで並んで食べたくはないです。すげえ食べたいと思って行っても並んでると食べる気失せるんですよね。誰かと行ってどうしても食べたいっていうなら、せっかくなら並ぶかってなるんですが、一人だったらもういいかってなっちゃいます。ちょっとですね、最近見つけた穴場があるんですよ。そこに行きましょう。ここです。立ち食いそば森。もうそこの10メートル先ぐらいがJR の改札で徒歩30秒くらい。ここ穴場なんですよね。立ち食いだからめっちゃ回転も早いし、すごいコスパもいいんですよ。それでもさすがにそこそこ混んでるな。鶏唐揚げそばにしましたけど、さすがに金曜日の夕飯時とだけあって結構混んでましたね。でもね、5分ぐらいは並んでるんですが、普通の店だったら絶対30分以上並ぶと思うので、こういう時立ち食いそばいいんですよね。軽くお腹に入れときたい時、そして結構混んでたりして普通のお店に入るのだるい時にめっちゃ便利。あそこのお店友達に教えてもらって、この前インフルエンザになった時にいつも友達とラーメンとか食べに行くんですけれども、病み上がりで食欲がなかった時にあそこのそばなら食べれて、友達とめちゃくちゃ通ってたというか、今でも通ってるんですけど、あそこいいんですよね。500円で食べられるので1週間毎日食べても2500円という破格。そして今食べた鶏唐揚げ丼っていうのが、唐揚げが上に乗ってたと思うんですけれども、唐揚げめちゃくちゃでかいのが2枚乗ってて最高なんですよね。正直唐揚げだけで500円払っても満足できるくらいのクオリティというか味でおすすめです。スターバックスに行きたいんだけど混んでるだろうな。あれ、奇跡。めちゃくちゃここまで並んでると思ったら、ここら辺まで並んでると思ったら1人2人しか並んでないという、なんという奇跡的な。でも店内は結構混んでますね。わお、めっちゃスムーズです。このスタバ景色良くて好きなんですよね。ホワイトモカですね。
大好物です。このクリスマス限定のパッケージおしゃれですね。ホワイトモカめちゃくちゃ好きなんですよね。甘くて癒されます。バスまであと15分ぐらいですけれども、めっちゃ人少ない。この調子で空いててほしいです。東パーキングエリアです。現在時刻は8時ちょうどくらい。トラックがめちゃくちゃいます。駐車枠最後の 2,3 台くらいでした。ちょっとトイレだけ。なんとトイレ工事中。ここの食堂は何があるんだろう。会津って書いてあるんですけど、ラーメンとか餃子とかそこら辺ですかね。会津屋ってお店みたいですけど、あれですね、ラーメンとか中華料理中心ですね。
りありがとうございます。会津若松駅着きました。もうね暗すぎて窓の外が見えなかったのでどこからかは分かりませんが、猪苗代とか磐梯のあたりめちゃくちゃ雪積もっててびっくりしましたね。だから会津若松も雪あるかと思ったけど全然ないな。雨降った痕跡があるから、こっちはまだ気温高くて雨だったのかな。大きなバスにお客さん10人くらいしかいませんでしたね。いや駅も混んでるし金曜の夜だからかなりお客さん多いかと思ったんですけど、めちゃガラスきでした。気温は何度だ、一応1度って出てますね。なんか体感仙台とあまり変わらないです。磐梯のあたりがね結構バスに乗ってても結構隙間風的なのがすごい冷たい風が窓から伝わってきてめっちゃ寒いと思ったんですけれども、雪も結構積もってて、でも会津若松はまだ雪積もってないみたいですね。家族が迎えに来てくれました。よいしょ。よいしょ。あれどうもどうも。お疲れ。よいしょ。混んでました？え仙台。めっちゃ混んでたんだけど、混んでたよね。なんか降りてきたもん。バスでもバスね10人ぐらいしか乗ってなかったんだよ。そうなの。バス絶対混んでるだろうなと思ったらそう赤松駅前、思ったより寒くなかった。なんか仙台と同じような気候ですね。いや暗かったしずっと外見てたわけじゃないからどっから雪があったのかわかんないけど、なんか寒いなと思って外見たらすごい雪積もっててって思ってそれがびっくりしました。会津ですから。仙台とは違うよな。ください。駐車券を入れてください。ご利用ありがとうございます。でもあんま仙台と変わんない気候だな。今何？4度。4度か。いや久しぶりですね。何ヶ月ぶりでしょう。2ヶ月半ぐらい、3ヶ月経たないぐらい。会津祭り以来だ。祭りだよね。そう2ヶ月ちょっとか。いや若松真っ暗ですね。当たり前じゃないですか。高速降りても街の中に入ったとは思えないくらい真っ暗だったよほんのにちょっと明るいね。まあねもっと面白いの作ればいいのに駅前も。人がいないからな。いや相変わらず閑散としてますね。島民だ、島民。熊と一緒。会津人は島民に入んのか。熊と一緒。いやー久しぶりです。一応お母さん気遣ってポーこしてるから今、そうですか。静かに行ってみて。ポーさんも会いたかったんじゃない？ポー固まっちゃうかもしれないから静かに行ってください。はい。どこで U ターンしちゃう見えないからちょっと待ってな。水滴が。オッケー。この車も実はあと1日でお別れですという実はあさって新しい車の納車っていうねまさか納車の時に来れるとは思わなかったよめちゃくちゃ楽しみです。ほんとここ側溝のありがとうございます。ここの部分が色変わってると思いますけど、コンクリートがバキバキに割れて陥没寸前になってて、
このトランクから荷物取るのがめちゃくちゃ大変だったんですけど、修復されてますね、綺麗に。はいはい、到着でございます。よ固まってる。おはよう。鳥さん、ああ、びっくりした。ポーさん、めちゃくちゃ喜んでます。おう。夕飯食べてないよ。そばちょっと食べただけで。すごい腹減ってるんだって。今日2食しか食べてないんだって。だからおう。おう。久しぶり。実家久しぶり。よいしょ。なんかすごい箱がいっぱい。あ、懐かしい。自分が使ってるエーサーの27インチの、違う、28か。ちょっと珍しくて28なんですけど、箱懐かしい。帰ってまいりました。今9時半ぐらいですね。バスは多分帝国通りに着いたと思います。いいんじゃない？プラスチック段ボール。ここどうやってやるのかわかんないけど、お母さんの構想があるみたいだから、これをこのインコのカゴの周りにやって保温するみたいです。切ってくれるこれ。あ、いいよ。お父さんがサイズ表持ってるんだよね。あ、これ置いてある。切ってくれるだけ切ってくれるとこの周りできるからあ、そう。助かるな。何できるの？ハサミ？可愛がられて幸せだな、ポインコ。自然界の鳥は外で凍えてんのに、ポインコ。可愛いんだもんだってうちの箱。おう。あそこから持ってきて。ここでいいです。見本館。こんなのもなかなかないね、見本館。見本館。日本だから中身飲めないやつなんじゃないの？だから普通は売らない。本当だ。そして見本って書いてある。コップに開けて飲む習慣にしたんですね。ね。今日から。私はこれですか。今日から。翔太はどうする？パーフェクトサントリービール。あ、このままでいいよ。お父さんとお母さんはこうコップに開けて美味しそう。あなたも。じゃあ俺もコップに開けてみっか。どっちでもよかです。おう、こうちゃんも乾杯。でもおう。あ、じゃあ開けていいんですかもう。自分のは自分でやる。じゃあ自分のお母さんお母さん。俺はじゃあこれですか。なんか運びますか？ビール久しぶりだな。一人だとウイスキーしか飲まないので、ちゃんと継げばよかった。泡が今片手でやったからと思いますけど、美味しそう。コップがね、ぬるいとそうなっちゃうらしいよ。ていうか今これ片手でそのままジョボジョボってやったから、いいんじゃこれないですかカップ傾けたりするとね、泡が少なくなると思うんだけど。静岡です。美味しそう。静岡の本当のっていうのが。マグロのたたき。高級なやつだからね。翔太に食べさせようと思って取っといたんだけど。うん、そう、ふるさと納税の静岡そうです。の、静岡マグロのたたきだそうです。何、静岡が有名なの？静岡の焼津っていうところが、焼津っていうところが有名っていうかね。へえ。これうまそう。チーズ巻き的な？そうです。最後の1個です。美味しあそう。最後の一個だなチーズタッカルビです。大好物。やばいです。やばい大好物特集う。ちみんな好き。なんかポーさん今気づいたけど、トサカにそれ宇宙と交信するアンテナがついたのね。トサカになんかゴミがついてる。
ほら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 。なんかついてる、ふわふわが、先っぽ。本当に？ほら。ほら、ついてる。ほら。いや、先っぽ見たんだけど。先っぽふわふわがなんかちっちゃいのついてるの、塊みたいな、なんか。乾杯。すばしっこくて見えないけど。待っててくれてありがとうね、お兄ちゃんとか。そうなんです、それ。お疲れ、はーい。乾杯。はい、2ヶ月半ぶりで。いただきまいす。ただきます。うまっ。なるほど。うまいです。美味しいです。いや、いいね。ごちそうですね。美味しそうです。すごい。自作の角煮だそうですか。といってヒレブレックは違う。あれか、それ、圧力、なんだっけ。そうです。電気圧力なの。おお。あ、すいませんね。はい。電気圧力鍋。おお、いいね。いいのやっぱ電気圧力鍋って。今週ほとんど使ってるよ。あ、そうなんだ。せっかくだから開けようと思ったけど、なかなか時間なかったからね。パナソニックだっけの圧力鍋。多分クロスビーを買った時にもらったんだよね。そうなんです。そうなんです。それとは何もくれない。あ、クッキーぐらいくれたか。あ、食ってくれた。なんか甘いな。甘味ですね。甘味というか甘め。角煮美味しい。ポポポポポポポ。おやすみポーさん。ね、また明日。明日お兄ちゃんといてね。うん、お母さん好きかも。ホイットハニーとかめっちゃうまかったもん。うん。ねえ、あれしげるちゃん、しげるちゃんが見つけてくれたんだよ。ね、ねだ。なんか香りがジンビームのが好きだな。あ、そうだ、トリスハニー食べたら体壊すな、多分。お母さん。ね、お母さん。うん。でもなんかトリスはなんかあっさりしてて飲みやすいんだよね。サトシ君がくれたビール飲みます。あ、いいな、それ。何それ。失敗したな。クラフトビールなんでしょ。うん。高級なんだ。かな。へえ。よいしょ。それは明日にするか。スプリングバレー。お6お。本あるから。今日は。今日は夜遅いから、ボールがヘルシーだと思います。あ、そうですね。飛んだ。大丈夫、これベタベタしないから。いいね、ハイボール。せっかく今日まで1キロ痩せたのに。あ、めっちゃ、感謝してねありがとうございまクリスす。マスジョズライブっての。めっちゃ甘いんだけど。なんか、出汁というか、根本的にそこら辺のやつと味が違う気がする。醤油をそのだし醤油かけなくてもそのまま食べても甘いのとにかく。これ自身が甘いの。正月にまでやったもんね。あ、やっぱハイボールうまい。仕事だから。いや、やっぱ、角煮うまいね。やっぱ、違う。安いのとは違います。1937年生まれ高いんだもんな。でも美味しいことはね、間違いないようね。まいと思うけど。あ、すごい。フルーツピックスじゃん。杏仁フルーツです。おー。お母さんが作りました。うまそう。フルーツピックスの。うまそう。むちゃくちゃうまい。いいんだよ。この上が寒天かな。寒天じゃないよ。寒天じゃななんだろうね。なんなの？シロップ。なんだろうね。なんかゼリーというかすごい透明度の高いゼリーじゃない。やつで固められてて、で、その下に杏仁豆腐が入ってるんですよ。で、その間にこういうフルーツがいっぱい乗ってるっていう感じで、何でできてるのかな。すごく美味しい。このこのパニエ。パニエ。パニエって名前なんだけど、何でできてるかわかんない。へえ。パニエこのですね、パニエフルーツピークスっのていうところの下がやつですが、すごく美味しい。ではちょっとご飯食べて一服したのでお風呂に入ろうと思うんですけれども、これ無印良品の入浴剤、これ使っていいよって言われたので使ってみようと思いますが、初めて見ましたね。無印良品の入浴剤って、みかん&ヒノキの香りって書いてありますけれども、粉タイプの入浴剤で、なんか中にスプーンみたいなのが入ってて、それ2杯って言われたので、とりあえず2杯浴槽に入れて入ってみます。よかったら買おうかな。お、すごっ。これ、開けた瞬間香りがすごいな。で、この付属のスプーンで2杯らしいんですけど、確かになんか、スプーンがめちゃくちゃしょぼいよって言われたんで、どんなものかと思ったら、これ、アイスとかについてくるスプーンのちょっとでっかい版みたいな感じですけど、確かになんかペラペラなスプーンとか言われたんですけど、確かにペラペラな
でもこれちゃんと計量されてるやつだと思うので、これ2杯分らしいです。とりあえず、よいしょ。ちょっと片手じゃ、むずいな。とりあえず、1杯。うわ、めっちゃいい匂いだな。うわ、すごい。なんか、これ、めっちゃ綺麗なんですけど、この、雲みたいな感じになってて。めちゃくちゃいい匂いですね。ちょっと入ってみましょう。すごい、匂いは、めちゃくちゃいいですね。すごい、匂いが楽しめる感じですね。匂いが強いな。その肌とかにどんな効果があるかっていうのはちょっと使ってみないとわかんないですけど、いいですね。これありかもしれない。ちょっと買おうかな。なんか別にこう炭酸的なのは感じないんですけど、でもなんか見た目的に結構効果ありそうな感じするんですよね。なんかいいかもしれない。めっちゃいい匂い。うわ、これやば。なんかスーツケースの中湿っぽいなと思ってたんですけれども、今お風呂上がってきて化粧水を塗ろうと思って化粧水を取り出したら、この化粧水がこれほぼ満タンあったのが、ここの蓋がちょっとだけ開いててこんだけの量スーツケースの中で出ちゃって、中がめちゃくちゃびちゃびちゃになっております。やば。これ買ったばっかだったのに、半分以上、スーツケースの中でぶちまけてしまいました。これ、ほら、これとかめっちゃ濡れてるっていう。電子機器とか入ってなくてよかったですけど、これとかも絞れますよ、これ多分。これ化粧水です、多分。やば。マジですか。ここのポケットですね。ここのポケットに、こんな感じの向きに入れといたんですけど、バスの中で横にして入れてたんで、まあその時に漏れたんでしょうね。スーツケース立てて置いてれば、蓋開いてたとしても中身出なかったと思うんですけど、これね、ちょっとね、無印良品の化粧水なんですけれども、これ、少しパッケージが最近変わって、この乳液の方が、昔のパッケージですね。で、今売ってんのが、この化粧水の方のこのパッケージなんですけど、ちょっと高さが出てるんですよ、こっちの方が。なので、前この、化粧水もこの乳液と同じボトルだったんですよ、前。この時はスーツケースに収まってたんですけれども、これちょっと高さがありすぎて、締まりが悪かったんですね。だから、結構無理やり、ファスナーを閉めたんですよ。だからその時に、その無理やりファスナーを閉めたせいで、蓋が開いちゃって、浸水したのかなっていう感じはありますね。まあ、仕方ないです。マジでこれとかも湿っぽいんですよね。なんか、切れないほどではないですけど、なんか気持ち湿っぽいなみたいな感じあったら、やっぱり浸水していたという。あ、ここが濡れてるな。ここちょっとくぼみ的な感じになってて、この板の裏がさっきのポケットになってるんですけれども、ここがちょうどボトルの下の部分に当たるので、スーツケースが縦になると重力で下に落ちてくるんですね。で、ここにちょうどこの下着類を入れてたんですけれども、こいつが濡れてるわ。ここで、この下着が、水分を受け取ってくれたっていうので、中身のやつは無事だったんですけれども。いや、まさかこんな事件が起こるとは。化粧水、半分なくなりました。ということで、現在時刻ちょうど1時ぐらいですね。明日は7時に起きる予定で、アラームをかけましたので、ゆっくり寝たいと思います。ちなみに今の気温、2度ですが、今、暖房つけてないんですけれども、さすが、ここの家は気密性が良くて、全然寒くないんですよね。今別に、上着とかも着てなくて、この、上下ジャージ着てるだけなんですが、全然寒くない。やっぱね、あれなんですよ、この、サッシなんですよね。うわ、めっちゃ結露してますが、ガラスが二重になってるんで、
多分これがあったかい、保温性がある一番の理由だと思います。うちのやつはなんかガラスも普通にシングルのガラスだし、なんか華奢なんですよね、サッシが。これめちゃくちゃがっしり、すごいがっしりしたサッシで、こうやってなんかうちのサッシはこう触るとガタガタ言うんですよね。だから隙間とかいっぱいあるだろうし、ガラスも単層ガラスなので。外なんかあんま、寒いですけど、そこまで想像よりは寒く感じませんが、あとこれですね、カーテンがあるおかげということで、なんかね、実家にいる頃も氷点下ぐらいになってやっと暖房つけるとか、そんな感じだったんですよね。だから一桁台とかになっても、エアコンつけずに過ごしていたっていう。それも別に厚着とかしなくて、普段通りの服装で過ごせるっていうね、快適ですよね。やっぱ寒い地域の建物ほどあったかいって言いますよね。下手にこう寒いか暑いか分かんないところの建物の方が寒いんですよ。